野球の人気は落ちてる。今年のワールドシリーズは過去最低の視聴率だった。今日は見ず知らずの人にキャッチボールをお願いして野球に興味を持ってもらおうと思う。僕は陽キャじゃないから完全に気まずいんだけど。それはひとまず置いとこう。すみません。撮影してもいいですか？ですよね。思っていたより難しかった。でもレイモンドに出会って道具は揃ってる。キャッチボールしない？いいよ。よし、ありがとう。かなりね。久しぶり？おう、やるじゃん。プロ野球やってたんだ。マジで。野球人気ない問題解決の一歩目がこのキャッチボール。でもなぜ人気がないのか知りたかった。ボールが当たったことがあったんだ。それで怖くなって野球やめた。だけどルール改正後、彼は戻ってきた。ピッチャーのタイミングとか。ああ。速くなったのは良かった。この挑戦の目的は野球に親しんでもらうこと。ただキャッチボールをさせるだけじゃない。だからグラブを10個用意してた。参加してくれた人にあげるため。それは君にだ。ありがとう。もう持ってるかもしれないけどまた野球をやってほしくて。楽しみだな。一つ減ってあと9個。動物園にいます。猿とキャッチボールするのが目標です。ポストゲームのスプレッドについてどう思いますか？うわ、中指立ててる。同じ気持ちだ。オランウータンに弾き飛ばされキャッチは諦めた。でもまだ聞かなきゃいけない質問がたくさんある。MLB で1チーム選ぶとしたらどこですか？デトロイト？ 18 って背番号。野球好きですよね？野球好きですか？みんなと空振りした後サイに乗ってるカナダ人に出くわした。こんにちは。キャッチボールしません？キャッチボール、道具はあるよ。キャッチボール？いいよ。よし、ステウはカナダ人。野球はあんまり好きじゃないって。そんな好きじゃない。詳しくないからさ。なるほどね。でもやったことあるのかな？ベアリーグで1シーズン。最高。好きなチームは？トロントブルージェイズしかないから。それでこそカナダ人。どうやったら野球をまた始める？ペースの速さ？時間があればね。時間？ルールもちゃんと覚えないと。プレーの一部でやりたいと思うけど、それが一番難しいよね。ステウにはグラブが必要だ。そのグラブは君にあげるよ。ほんと？トレバーだ。次の場所に行かないと。幸運にも彼が力を貸してくれた。アスペンに行きたいなら一人分空いてるよ。いいね。1ガロンで70マイル走る。サイを試してみたけどアスペンではダメだと悟った。で、ウーバーを呼んだ。やあ、野球の動画を作ってるんだ。参加しませんか？撮影。ああ、どうもありがとう。失敗は許されない。野球を広めたい。そのためにウーバーの運転手が必要なんだ。参加してくれる人が見つかるまでウーバーを呼びまくる。彼はグレン、サッカーに夢中だ。でも YouTube を見せたら。トレバー・バウアー質問に答えてくれた。野球のどこに魅力を感じないの？時間は貴重だから。違うスポーツの方が詳しいし。よく知らないってことね。道具はあるから一瞬だけキャッチしない？やってみる？キャッチボールしたことある？いや、一度も。ほら。いいね。いいよ。一度もやったことがない人とキャッチするのは初めてかも。惜しい。30年やってる中で、見て。グラブを前に出し、ボールが来るのを見るんだ。はい。成功して喜ぶグレンを見て。やった。いいね。自分が野球にハマったきっかけを思い出した。ああ。大丈夫。自然体だね。サプリなしだよ。最高だよ。このグラブはあなたに。わあ、ありがとう。プレゼントだ。野球を始めてよ。楽しんで。野球ファン一人増加。次はゲーセンだ。キャッチの相手を探していたら偶然見つけた野球ゲーム。ハイスコアを狙ってみた。僕なら余裕でしょ。僕のためのゲームじゃん。クソかよ。ここで見つけたドミニクは視聴者だった。君も登録してね。カリフォルニア出身のパドレスファン。好きな選手は意外にも。サンディエゴのキム・ハソン。キム・ハソンとダルビッシュ有。すげえな。本物の野球ファンだ。なぜ野球にのめり込まなかったのか。昔いつも外野席で立ち往生してた。外野は退屈で嫌だった。ひどい打撃だった。僕もだ。打てないよね。野球の何が変わればまた始める？調子が出ても時間があるときはバスケをしてしまう。野球が悪いんじゃない。
見るのは好き。だけど時間がないんだ。プレーに興味がなかったのでドミニクは他のことを選んだ。少しでも変えるためにグラブを渡した。グラブは持って帰って。ありがとう。そう。ああ。次はカーブボール。子供が野球に夢中だけど、自分はやったことがない親を探す。野球やったことある？ YouTube に出演してくれる？ちょっとキャッチボールをして質問に答えてほしい。いいね。最高。君の息子はどうやって野球を始めたの？3歳か4歳の時、いろんなスポーツを、子供たちを T ボールに登録しました。もう一人の息子も試してみたが、親父に似てる。親父は野球やってなかった。僕が熱中したから応援してくれた。もう一人の息子のように退屈だったんだ。それで他のスポーツに移ったんだ。野球は失敗が多いんだ。起きて、打って、打たない。そうだ、しばらく起き上がれない。子供によっては効かないかも。君はなぜハマらなかったの？俺は76年生まれだ。70年代から80年代前半の生まれだ。クラブスポーツは盛んじゃなかった。親が認めないから。なるほどね。そういうことだ。子供の野球参加率は2008年から 25% 減少している。ウェインの指摘は鋭い。親が野球を好きでなくなったんだろう。問題解決のためにグラブをプレゼントし、そのグラブは君にあげるよ。まさか。野球に親しんでもらいたいんだ。ありがとう。次のスポットに向かった。ここはサム。フェニックスでは有名なガソスタ。フードネットワークでも紹介されたバーベキューの店でもある。ブリスケットサンドイッチを食べよう。トレバーです。コックの一人がホワイトソックスの帽子をかぶってた。話してみよう。野球の何が好き？あの雰囲気、スタジアム、観客の声援。グラブがあるし、キャッチボールしない？いいよ。よし。最後に野球をしたのは高校の時だそう。小さい頃からやってた。ジュニアリーグでノーヒットノーランを達成した。生活の一部だったんだね。はい。ずっとね、昔も今も。野球をもっと面白くするにはどうしたらいいと思う？バスケ見てます。シーズン中のトーナメントいいっすよ。ピッチクロックの導入も微妙だと思う。レーモンドはピッチクロックが好きだと言ったけど、野球少年のエンリケはその逆。野球が直面しているジレンマだ。ルールの変更は新たなファンを獲得できるかもしれないが、昔のファンを失望させる可能性も。エンリケにグラブをあげた。これは君に。いいの？ああ、どうぞ。ありがとう。そして今回最も難易度の高い場所。知らないかもしれないけど、僕はオタクだ。オタクのたまり場は？図書館。僕みたいな野球好きのオタクはいるかな？まずは野球のコーナーから。ワールドシリーズ2003年までしかない。僕いない。コーチング、ソフトボール、技能。ソフトボールのピッチング。次の目標？誰もいなかった。でもこんな本が。9回最高のチームを作り、呪いを解く。絶対いるよ。これは痛い。高校のチームメイトだ。ワールドシリーズのカブスで投げた。僕はインディアンスで。第5戦に登板したんだ。カブスは礼儀よく。試合開始1時間前にグラウンドに到着。ユニを着てプレーする。3点差まで追い上げたって。今夜は絶対勝ちたいと思った。今夜勝たないと負けるから。そして案の定、12人を得点圏に置き去りにした。3対2で負けた。第6戦も負けて、7戦も負けて、すべてはここに帰結する。アナウンサーもシーズン最終戦ですってな。早く来て準備したくないのか。この試合に勝たないと、もうダメだと思った。ほら、この試合屈指の猛烈なフックだ。作者に感謝。さて、協力者を探す時間だ。彼はどう？ちょっとキャッチボールしない？チルってるんで。嫌ってことね。何人かに丁寧に声をかけた結果、コピー機のそばでガブリエルに会った。野球は好きじゃないけど。完璧だ。外に出てキャッチボールを始めた。彼はバスケファン。なぜ野球が嫌いなのか聞いてみた。野球を見るのは退屈だ。でも実際に野球をするのは楽しい。
ガブリエルは野球が他のスポーツのように現代文化と結びついているとは思えないと言っファた。ッションや音楽が好き。デビン・ブッカーって知ってる？ファッションでも有名だよ。服も車もそうだね。かっこいいんだ。 NBA は音楽、文化、ポップカルチャーとスポーツを見事に融合させてる気がする。野球はできてない。15分ほど話してとても楽しかった。それは君に。マジありがとう。ボールは返してやっぱりあげる。ガブリエルはキャッチを本当に楽しんでいると思った。野球を楽しむのに壁はないだろう。これから24時間バウアー .com で購入された。キャップにサインするからお見逃しなく。他のスポーツで人気があるのは何だろう。今人気なのはゴルフだ。僕が苦手な。うわぁ。ここじゃなくて、そこ？おう。そうでもないかも。でも、野球に興味を持ってもらわなきゃ。トニーだ。今は野球好きじゃないけど、好きになるかも。一度試合を見に行ってファンの熱気を体感できれば好きになると思う。3本2ランの時が面白いよね。最後のアウトを取ろうとする時、ああ。かなりドキドキする。のめり込むにはもっとエキサイティングなことが必要なんだ。プレイしたことないってことは、この経験とグラブが役に立つたかも。そのグラブは君にわかったよ。野球をもっと好きになってよ。ありがとう。さあ、残り2個。アメリカ最高の娯楽。ピックルボール現在急成長してるスポーツ。野球と違い。それはなぜか。満員だから楽勝だよね。どこに行っても邪魔に感じる。見て、水曜の夜なのに様々な年齢層が集まってる。野球の球界をフルで見れるわけがない。この紳士が協力してくれた。野球やったことある？高校まで。今の野球は何が悪い？ピックルのコートは満員で、野球場はガラガラ。ピックルボールは簡単だから。多くの人が挑戦できる。今でも野球がしたいけど、怪我が多くてできないんだ。何歳でも参加できて簡単なんだね。もちろん、今でも野球を見ます。野球はいつも見てる。ダイヤモンドバックス。ピックルはテレビで見るの？ピックルボールもいつも見る。野球より？そう。あ、はい、キャッチに誘う前に。またもや壊滅的な打撃を受けた。ピッチャーなのに。もう戻っていい。ああ、はい。やられた。彼らはどうだろう？ダメ？誰かやらない？わかった。2ストライク。ピックルコートで野球を広める最後のチャンス。野球ファンですか？いや、スポーツは見ない。完璧だ。野球はやってたけど、リトルリーグだ。6歳頃かな。球に当たって指がまだおかしい。そうなの？スポーツが嫌いならピックルボールの何が好きなんだろう？社交スポーツだから。野球で打てるようになるには相当な練習が必要だ。ピックルならもっと簡単に点を入れられるんだ。グラブもあるんだけど、キャッチボールしてくれる？了解。いいね。ジェームズはキャッチを楽しみ、動画出演も楽しみにしてくれた。怖いよ。そうでもないかも。それよりお腹が空いた。長い一日で何も食べてない。ピザでも頼む？配達員はキャッチボールしてくれるかな？パイナップルは邪道だって。頭おかしいんじゃないの？実現するまでピザを注文する。どうも。ちょっと質問があるんだ。野球についていくつか質問してもいい？ありがとう。よし、配達員が来た。あなたを野球ファンにするにはどうすればいい？チケットの値段を下げる。ビールも無料に。チップです。それはありがたい。道具はあるんです。キャッチボールしてくれる？ダメだよ、仕事に戻らなきゃ。ダメ？ありがとね。わかった。ありがとう。今のは残念だ。いけると思ったのに。4点リードの9回に5点ホームランを打たれたようなもんだ。
なんで？ウーバーイーツは神。いつもね、今年150回くらい注文した。そう、トレバーだ。名前は？アルマ、質問していい？キャッチボールしてほしいんだ。道具も揃ってるここは野球施設なんだ。子供3人乗ってるの？来てもいいよ。やあ、トレバーだ。名前は？よろしく。君は？ベアーズファンか。ハロー、ヨーダちゃん。さあ、中へ。どうぞ案内しよう。まさか家族で野球談義で盛り上がりとは。一通り見学した後、重要な質問をした。彼女は野球ファン？カブスのファンだったけど、いいか夫と出会って。入れ替わった？サウスサイド。あ、そうか。2016年はカブスだった。それともすでにホワイトソックス？カブスファンだったけど、徐々にホワイト。ソックスになってた。ワールドシリーズ見た？うん。僕も出場してたよ。そうなの？死にかけた。ああ、ワールドシリーズを再体験したところで、キャッチボールの時間だ。ソフトボールや野球は？少しね。少しね。何歳まで？ 10歳くらい。試合は見る？ちょっと興味がなくなった。もう時間がない。子供の頃は。父親とよく見てたけど。野球をもっと面白くするにはどうしたらいい？残念ながら多くの若者が野球をしなくなった。どうすれば子供たちが好きになると思う？プレーするのは楽しいと思う。見てるだけだとちょっと退屈かも。ホワイトソックスの試合はカブスより家族向けだからそれが良かった。カブスはパーティーみたい。子供たちは運動神経抜群。今年はやらせてあげられなかったけど、ちょっと高いんだよね。この施設を見れてよかったわ。ウルマとのキャッチも良かったけど、子供たちは施設内を走り回って野球がやりたそうだった。手を入れてみたい？そのグラブは？やだ。本当？ありがとう。あなたに